現在私たちが平和に暮らしている日本は1940年代には国全体が戦争に染まっていました。これはアジア太平洋戦争と呼ばれ、その名の通りアジアと太平洋を舞台に日本とアメリカをはじめとする国々との間で繰り広げられた戦いです。この戦争は日本の歴史に大きな影響を与え、現在の日本社会を形作る大きな要因となっています。今回の動画ではこの戦争がどのようなものであったのか簡単にお話ししていきます。そもそもなぜ日本は戦争に至ったのかというと、世界の情勢が関係しています。かつて世界では強い国が弱い国を支配して、そこから資源を得ていました。しかしそのような状態が続くと、進出できる土地がなくなってしまい、最終的には土地の奪い合いが起きてしまいます。こうして世界は自分の土地を守るため、2つの陣営に分かれて戦いを始めました。これが第一次世界大戦です。この戦争で日本は勝利した陣営に属していたため、国際社会での地位を高めましたが、それと同時にこの戦争は世界中に甚大な被害を引き起こしたため、各国は戦争をなくしていこうと考えるようになったのです。こうして世界は平和を目指すようになり、日本もそれに協力していました。しかしある事件が起きます。世界恐慌です。当時世界経済をリードしていたのはアメリカでしたが、そのアメリカで株価が大暴落。それをきっかけに世界中で経済が深刻な悪化に見舞われました。各国は自分の国の経済を守るのに必死になり、自分たちの経済圏に引きこもり、他の経済圏との貿易を減らしていきます。アメリカやイギリスのようにすでに大きな経済圏を持っている国はそれでもやっていけましたが、発展が遅れ限られた経済圏しか持たないイタリアや日本、そして第一次世界大戦で敗北し土地を失ったドイツは困難に直面します。資源が不足していたのです。こうして世界は持てる国と持たざる国に分かれていき、持たざる国は次第に軍事的な拡大により資源を獲得することを目指すようになりました。一方で持てる国はその軍事的拡大を止めようと対抗します。こうして世界は連合国と枢軸国に分かれ、やがて第二次世界大戦が始まったのです。当初日本は第二次世界大戦に直接参戦せず、戦いから距離を置いていました。しかしヨーロッパではドイツが快進撃を続け、イギリスを追い払いフランスを占領していきます。その姿を見た日本は、ドイツは強い、この戦争はドイツが勝つのではないか、この流れに乗り遅れてはならないと考えるようになります。こうして日本もドイツがフランスに軍を進めたように、フランス領インドシナに軍を進め勢力を拡大しました。しかしこれに反発したのが周辺に植民地を持っていたイギリスやアメリカです。日本が南に進出してきた、日本を食い止めなければならない、そのように危機感を抱いた両国は日本に対する経済制裁を強化、特に石油の輸出を止めるなどの厳しい措置を取ったことで、日本とアメリカの関係は悪化していきました。このままでは日本の経済や軍事活動が立ち行かなくなる。そう感じた日本政府は戦争を避けるためにアメリカとの交渉を行っていきました。しかし両国の立場の違いは埋まらず、交渉は決裂します。追い詰められた日本は、アメリカとの戦争は避けられない、石油がなくなったら戦えない、戦争をするならできるだけ早い方がいいと判断し、戦争に踏み切ることを決定。こうして日本はハワイの真珠湾を攻撃し、アジア太平洋戦争が勃発したのです。この真珠湾攻撃とほぼ同時に日本軍は戦略的な攻勢を開始し、南方へと一気に勢力を拡大しました。こうして日本軍は東南アジアから太平洋にかけての広大な地域を短期間で占領。マレー半島ではイギリス軍を打ち破り、シンガポールを陥落させ、インドネシアでもオランダ軍を圧倒して支配下に置きました。またフィリピンではアメリカ軍を退け、日本軍は太平洋の重要拠点を次々と手中に収めていきます。この日本の急速な進撃の背景には、アメリカ、イギリス、オランダの準備不足や共同作戦体制の不備がありました。こうして日本軍は連合国軍を圧倒し、ものすごい速度で領土を拡大していったのです。快進撃を続けた日本軍は戦線をさらに拡大しようと試みました。国力で勝るアメリカを倒すためにはできるだけ早く決着をつける必要があると考えたからです。
しかしこの時期からアメリカを中心とする連合軍が体制を整え、日本軍との間で激しい戦いが繰り広げられるようになっていきます。そのような中で勃発したミッドウェー海戦では、日本軍はアメリカ軍の奇襲を受け、主力空母4隻を失うという大打撃を被りました。この敗北により日本軍の攻勢は大きく鈍り、太平洋での主導権が徐々に連合軍側に移り始めます。続いて起こったガダルカナル島の戦いでは、連合軍が島に上陸し、日本軍との間で激しい戦闘が展開されました。この戦いは両軍にとって消耗戦となり、特に補給が困難となった日本軍は次第に劣勢に立たされます。結局日本軍はガダルカナル島の奪回を諦め、戦いは終結。これにより日本軍の進撃は止まり、守りの態勢に入ることとなりました。日本が守りの態勢に入った一方で、アメリカは攻撃の態勢を強化します。この頃アメリカでは戦争経済が本格的に稼働し、多数の空母や航空機が量産され、戦力を急速に増強していきました。その結果、日米間の戦力比は完全に逆転し、戦力格差は一気に拡大していきます。こうした状況に対して日本は絶対国防圏を設定し、アメリカ軍との決戦に備えて防御態勢を強化しました。しかしアメリカ軍の猛攻によりサイパン島が陥落し、さらにマリアナ沖海戦では日本軍の空母戦力が壊滅的な打撃を受けます。この敗北により絶対国防圏は事実上崩壊し、太平洋での日本の制海権は完全に失われたのです。こうしてマリアナ諸島がアメリカ軍の手に落ち、日本本土の大部分がアメリカの長距離爆撃機 B29 の行動圏内に入ります。そしてこの時から日本本土に対する本格的な空襲が開始されました。こうなるともはや状況は絶望的です。日本はすでに敗北を避けることができない状態にありましたが、それでもなお抵抗を続けたため、戦争はさらに長期化していきます。そしてアメリカ軍がフィリピンに上陸し、日本海軍が壊滅的な打撃を受けると、日本はフィリピンを喪失してしまいました。こうして東南アジアからの補給路を断たれた日本は、戦争を遂行する能力が大幅に低下していったのです。それでも日本は降伏を拒み続け、アメリカは本土空襲を本格化させました。そのような中で東京大空襲をはじめ、主要都市が無差別爆撃によって壊滅的な被害を受けていくと、日本国内では食料や物資の不足が深刻化し、国民の生活は極度に悪化。多くの市民が家を失い、避難を余儀なくされていきます。そんな中、沖縄にアメリカ軍が上陸し、激しい地上戦が展開されました。沖縄は日本にとっては日本本土を守る最後の砦、アメリカにとっては日本本土侵攻に向けた重要な拠点だったため、非常に重要な戦いとなっていきます。この戦いは住民を巻き込んだ壮絶な戦闘の末、日本が敗北。日本政府はようやく戦争終結に向けて動き始めました。その手段はソ連を仲介とする和平交渉です。しかしすでに連合国の間ではソ連が日本に対して参戦することが既定路線となっており、この交渉は相手にされません。そんな中、アメリカ、イギリス、中国の3国によってポツダム宣言が発せられ、日本に無条件降伏が要求されます。しかしそこにはソ連の名前が入っていなかったため、日本はソ連との交渉に一縷の望みをかけてこの宣言を黙殺しました。この日本の対応を見た連合国はこれを事実上の拒絶として受け止めます。そして1945年8月6日、アメリカは広島に原子爆弾を投下しました。この新型爆弾は瞬時に約10万人の命を奪い、都市を焼け野原にしてしまいます。その後、ソ連が日本に対して宣戦布告、満州への侵攻が始まります。これにより日本はソ連との交渉による終戦の望みを完全に失いました。残る選択肢は2つ。ポツダム宣言を受諾して戦争を終わらせるか、それとも拒絶して戦争を継続するかです。まさにその議論が行われている最中、長崎に2つ目の原子爆弾が投下されました。降伏しなければ日本人はさらに多くの犠牲を強いられるという明確なメッセージが連合国から発せられたのです。それでも意見はまとまらず、ついに昭和天皇が出席する御前会議が開かれました。通常天皇を交えた会議は
意見が統一されてから行われるのが慣例でしたが、この時は異例の状況でした。そしてこの会議の場で昭和天皇は、これ以上戦争を続ければ日本民族は滅びる、戦争を終わらせたいと意思を示し、ついにポツダム宣言受諾が決定されます。こうしてアジア太平洋戦争は日本の無条件降伏により終わりを迎え、約6年間にわたる第二次世界大戦も幕を閉じたのです。